ボーン地球上の皆さん、こんにちは。KEMIO、ケミオでーす。Good morning, Baltimore。OK、ということでみんな先週1週間は素敵なウィークを過ごせたかでしょうか。聞いてもらってもいいですか？先週の動画みんな見てくれたか見てくれないとかはよくわかんないんだけど、聞いてもらっていいですか？私ね、この間動画を上げたじゃないですか。それの2日経った日に泥棒を道で見かけたんです。全くあの動画に映ってたエグザックリー、もうそのままの女で見つけて、うち速攻で友達と警察に電話したのね。その女ベンチに座ってたの、バス停のベンチに。で、動画に映ってた時と同じ洋服着てて、急いで警察に電話したの。もしもしって、すいません、前に被害届も出していて、防犯カメラの証拠もある、その女性が今そこに座ってるんですけど、アパートの斜め前のところにって言ったの。バス停に。そしたら警察の人がここに電話してくださいって言われたので、電話番号渡されたと思って、また次のところに電話かけるじゃん。そしたらその次のところに電話かけた人も、ちょっとそれはわかんないので、こっちに電話してくださいって言われたの。まさかのアメリカの110番で3回いろんなところに電話しないと繋がんないわけとか思いつつも、でもその間もまだ女性はいたのね、その女性の泥棒の人は。それでなんかもうやっとの3回目でイラつきながらのモッシーかけたのね。で、モッシーってやって全部状況説明するじゃん。被害届出してます。防犯カメラあります。もしかしたら彼女です。ちょっと来て事情聴取してもらえませんかって聞いたの。そしたらね、すいません。今彼女は盗んでますかって言われたの。いや、彼女は盗んでないんですけど、そのうちのアパートの斜め前のところにいるんですって言ったの。そしたら、じゃあ彼女が今何も盗んでないんだったら無理です。明日月曜日から、朝9時からまた空いてるので、って言って切られたの。泣くないって。泣いた。普通にそれに対してうちびっくりして本当に。だってさ、それってさ、わかんないよ。確かに現行犯じゃないと捕まえられないかもしれないけどさ、その人さ、キャリーバッグいっぱい持っててさ、もしかしたらさ、うちの盗んださ、洋服とかもあるかもしれないからさ、すいません、ちょっと事情聴取ですみたいな職務質問とかできるかもしれないじゃん。なのに、うちらもごめんなさい、ちなパトカーは送ることができませんのでごめんなさいねって言ってピッてやられたの。はぁって、渋谷のギャルなんてさ、タピオカ集合って言って3秒で集まんだけど、みたいな。もうすぐで引っ越しOK、ということで、今日の動画はですね、こちらを紹介します。3、2、1、千と千尋。ボーンマニックパニックでーす。ちなみにマニックパニックっていうのは、髪の毛を染める、だいたい絵の具みたいな感じなんですけど、今日は髪の毛を染めます、久々に。なんでかっていうとですね、この間日本に12月に帰った時に髪の毛を染めたんですが、根元の方がですね、色落ちしてきたんですけど、それでなんかこっちが金髪でこっちがシルバーみたいな変なすごい汚い色になっちゃったんですね。まさにドブネのネズミ男みたいな色になっちゃったんですね。すごい汚いじゃないですか。だから道歩いてて、あの子正面からだとか言われた瞬間にはもう中指がピーって止まらなくなっちゃうので、取り今日は綺麗にしていきたいと思った暁です。今日すごいテンション高くない？なんでかって？お家引っ越すのが決まったのいや、引っ越すよ、こんな家から出ていくよ。洋服を汚さないためのやつをさ、買うの忘れちゃったからさ、今回はしょうがないからゴミ袋でやるね。でも私小学生くらいの時いじめっ子にさ、よくさ、お前女みたいゴミっ子だって言われたからさ、その時の気持ちをお前に返してやるよ。いけ。すごい伸びるね、このゴミ箱。すごい。すごい手が固まっちゃったよ。こっからがケミオの隠し味なんだけど、真似したくない人はいい加減に真似しないでね。ケミオはね、いつもね、この中にね、マニパニの中にね、トリートメントをちょっと入れるの。そうするとね、傷まなかったりするんだ。残念なお知らせがあって、ちな今気づいたんだけど、マジ病の今で気づいたんだけど、手袋買うの忘れた？手抜くよねって。だってね、うちがね、悲しかったことはね、うちがね、一番ね、切ないって思うのはね、うちね、やっぱり日本に住んでた時はずっとおじいちゃんおばあちゃんの家に住んでたからさ、初めてなんだよ、人生でこうやってさ、光熱費とか、洗濯費とか全部自分で払って、いや、日本にいる時も高校卒業してからは払ってたよ。その、家を出るまでの3年間は、当たり前だけど、違くて自分で家をサインして借りるとかが初めてだったからさ、そんな初めてのやっぱりさ、思い出の横丁のさ、アパートでさ、まさかの最後に泥棒みたいな、ハッピーエンドで終わらせないね、この国、みたいな。ほんと好きだわ。ブリブリ山のブリブリって、ブリブリ山のブリブリって、ほら、あられちゃうんですかって。やってこうねって、もう、最後の奥まで使うよ、私は。もう本当に畑育ちだからねって。よくさ、こういうことやるよね、美容師さんって。人の髪の毛で遊ぶなって感じじゃない？でもうちはね、自分の髪の毛だから遊んじゃうよ、ほら。ティリン、ティリン、ティリン、ティリン。ティリン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 誰って。ちなさ、みんなさ、絶対忘れてると思うけど、こちとらは一生忘れねえんだけどさ、去年のさ、この1月、ちょうど1年前に私髪の毛を失ったんだよ、坊主で。
自分で髪の毛染めて。悲しくない？そんな7年経ってさ、髪の毛やっとこんなに伸びてさ、また自分で染めちゃってるんだよ。でもこれはね、マニパニだから大丈夫。マニパニっていうのはね、普通のね、やつよりもね、傷むっちゃ傷むけど、普通のやつよりも軽減されてるの、なんていうの？自然のナチュみたいな感じだ。ナチュだから。多分ね。OK、ということで、今大体全体的に塗り終わったんだけど、そっからラップをかけちゃって、ちょっとファッショナブルな感じに。こっから大体1時間ぐらい置いて、シャワーで浴びて、みんなにお披露目大会です。その頃まで待てる子、いるかなーって。すっごい肌切ったな。顎の周りとかなんなのこれ。工事現場なんなのこれ。ほんと今時のカメラとかさ、テレビってさ、ハイビジョンとかさ、毛穴の奥隅々までさ、毛穴のさ、黒染みまでさ、黒染みまでさ、見せちゃうからさ、すごい嫌だよね。まあ時代は進化してるけど。ちょっとたまにはさ、昭和のさ、なんていうの、汚ねえ画質に戻りてえよ。まあ可愛いからありえや。散らかり放題のこの汚いしょんべん畑が匠によってこの綺麗な稲葉ウへと変わったのでした。素晴らしい。鼻血出てね。OK、ということでみんな、どうですか？ということで1時間も時間を置いておいたら、気づいたらもう日が暮れちまって、すごい暗くなって照明さんを活躍する場面が来てしまったんだけど、どうですかね？なんか最初のビフォーアフターと見てどんな感じですか？ビフォーアフターと見て、確かにそのブリーチをたくさんしてる根元の方はシルバーっぽくなったんだけど、なんか、違う、毛先だ。なんか、この根元の方は若干まだネズミじゃないですか？しょんべん気味じゃないですか？でもなんかどうなんだろう、乾かしてみないと多分わかんないと思うけど、ケミオの触った感じではすごいサラサラで傷んでる様子もなく、なんていうかもう相変わらずです。じゃあさ、明るいとこで見たらさ、ここら辺ちょっとネズミっぽくない？結構入ってない？だけどさ、根元見るよね。根元見るとね、根元だけね、ちょっとしょんべんがかってんだよね。トイレはこちらでーす。はーい。ボーンということでみんな今週の動画を見てくれてマジでありがとね。ということでよかったらインスタグラムのフォローとスナップチャットとチャンネル登録をしてくれたら好きがこぼれ落ちるよって言ってます。本当に話が止まんなくて思春期って本当に一生止まんないんだね。墓場まで思春期っていうタイトルで本出そうかって感じじゃない？ということでまたみんなに会える日を楽しみにしてるからみんなも今週1週間頑張ってね。じゃあね。バイバーイ。